右足から行っていきます。ボディクリームやボディオイルを使うとおすすめです。膝下全体にまんべんなく塗りましょう。最初はすねの筋肉を下から上に向けてマッサージしていきます。すねの骨の外側にある筋肉ですね。親指を使って痛気持ちいいぐらいの強さで上に向かってマッサージしていきましょう。この筋肉はつま先を上げるときに使う筋肉なので、ヒールを履いてたりすると全く日常生活で使わなかったりします。反り腰やぽっこりお腹の人も前重心なので、すねにばかり負担がかかっている可能性が高いです。しっかりほぐしていきましょう。次はふくらはぎ全体をマッサージしていきましょう。両手を使って痛気持ちいいぐらいの強さで行っていきましょう。なぜふくらはぎがむくみやすいのかというと、地球には重力があるからです。血液や水分がどんどん下に溜まっていきます。溜まったものを上に戻すようなイメージで下から上にマッサージしていきましょう。よく聞く質問として、もっと強くやった方が効果的ですかと聞かれます。もちろんそうなんですが、強くやると痛みが出てふくらはぎに力が入ってしまう人がいます。もしも力を入れずにふくらはぎをマッサージできるんであれば、強めの方が効果的です。あとは体勢にも気をつけてほしいです。ふくらはぎの筋肉の力が抜けて一番柔らかい状態で揉みほぐしてほしいんです。僕の場合はこの体勢が一番やりやすかったです。皆さんもやりやすい姿勢を探してみましょう。ここでふくらはぎが太くなる座り方をご紹介します。1つ目はつま先を立てて座る。2つ目はつま先を前に倒して座る。どちらもふくらはぎの筋肉が硬くなって太くなります。次は足の指をストレッチしていきましょう。足の指の間に手の指を入れます。この状態で足首を回していきます。足の指や股関節が硬い人は、もしかしたらこの体勢自体が取れないかもしれません。そんな人は足を手で掴んで足首を大きく回すだけでも OK です。自分で楽な姿勢を探してみましょう。足の指は本来これぐらい動くはずなんです。これができない人は硬い証拠です。ぜひ毎日の習慣にしていきましょう。次はふくらはぎの筋肉を正しく使う練習をしていきます。一度右膝を立てましょう。この状態で空いてる手で右の親指を触りましょう。この状態で真上にかかとを上げ下げしていきます。ふくらはぎの筋肉を使って真上にかかとを上げましょう。 NG パターンは外に開いてしまう、もしくは内に入ってしまうことです。母子球のあたりを意識してまっすぐ上げるようにやってみましょう。外側の筋肉ばかりを使っている人が多いので、右手を母子球のあたりに添えて、左手でふくらはぎの内側に手を添えて、内側の筋肉を意識して使ってみると良いと思います。横脚だったりふくらはぎの外側が張りやすい人は、外側の筋肉ばっかりを使う傾向にあります。しっかり母子球、内側の筋肉を意識して行いましょう。右のふくらはぎが使えていれば体勢はこれ以外でも OK です。最後にふくらはぎのストレッチを行っていきます。右足だけ伸ばして膝をしっかり伸ばしましょう。膝を伸ばした状態で体を右足の方に向けましょう。この時に膝が曲がらないように膝に手を添えてしっかりと膝を伸ばすようにしましょう。もしも膝を伸ばしたままでも余裕がある人はつま先を手で掴みましょう。僕が前職のラーメン屋時代に本当に足が辛くて5万円のマッサージ機を買ったり、月に23回以上マッサージ屋に行ったりしました。その中でいろいろやり尽くした中で最高のメニューを今回はお伝えしてます。 NG パターンは股関節が内にねじれてしまう、もしくは外にねじれてしまう、もしくは膝が曲がってしまうことです。気をつけて行いましょう。右足だけ再計測します。こう見ると右が細くなった感じがわかると思います。では早速測っていきます。右足が37から36になりました。マイナス1センチ。では左足も同じようにやっていきましょう。
ボディクリームかボディオイルを使ってすねのマッサージから行っていきます。親指を使って下から上に向かってマッサージしていきましょう。すねの骨の外側をマッサージしていくイメージです。わかりやすく正面からも取りますね。すねの骨があって少し外側を下から上にマッサージしていきましょう。どこを押すのが正解なのと言われそうなのですが、正解はありません。自分で触ってみて外側で張ってる場所をマッサージしてあげると良いと思います。夢中になりすぎて呼吸が止まらないように意識しましょう。次、ふくらはぎマッサージを見やすく横から取りますね。両手を使って下から上に向かってマッサージをしていきましょう。先ほどのふくらはぎが太くなる座り方、何が悪いのかというと、ふくらはぎの筋肉をずっと縮めたまま座っているので血行不良になって脂肪が溜まりやすくなります。つま先を立てて座っている人に関しては下手したらずっとふくらはぎの筋肉を筋トレしてしまっている状態です。筋肉をつけて太くしたいのであればつま先を立てて座ることはかなりおすすめですが、なかなか女性でふくらはぎを太くしたいという人はいらっしゃらないかと思います。ふくらはぎ痩せするために大切なポイントは3つです。1つ目はむくみを取る、2つ目は正しく使う、3つ目は柔軟性をつける。この3つができればふくらはぎ痩せは間違いないと思います。もしも疑問点がある方は遠慮なくコメント欄にて質問してください。必ず返信いたします。次は足指のストレッチを行っていきます。右手で左足の間に手を入れましょう。足首から大きく回していきましょう。なぜ足の指をストレッチするかというと、ふくらはぎ周りの筋肉はほとんどが足の指からつながっているんです。足の指は普段動かさないことがほとんどなのですぐに硬くなります。本来は足の指がこれぐらい曲がるはずだというのもお見せしようと思います。こんな感じです。僕は毎日足の指をストレッチしているのでここまで曲がります。ここまで曲がる方いらっしゃいますか？できない方はストレッチ頑張りましょう。次はふくらはぎを正しく使う練習を行っていきます。左足を立てて母子球のあたりに手を添えてかかとをゆっくり持ち上げていきましょう。先ほど NG パターンをお伝えした通り、外側や内側に膝が入らないように意識しましょう。理想はふくらはぎの内側も使えるようになることです。こうやって内側に手を添えながら動かすと内側が動いている感覚がわかるかと思います。実は皆さんから企画を募集したいと思います。こんな検証してほしい、こんなストレッチも知りたいとあればコメント欄で遠慮なくリクエストください。できる限りお答えいたします。あともう一つあるのですが、いつも見ていただいている視聴者の方に僕から何かお返しできないかなと考えました。もしも SNS ご自身でもご投稿している人がいらっしゃったら、そのアカウントや動画を URL で貼り付けていただいたら僕がフォローやチャンネル登録しに行けます。一言コメントも残すようにします。もっと皆さんと交流できるようになれればと思います。最後にふくらはぎのストレッチをしていきます。左足を伸ばしてしっかり膝が伸びるようにしましょう。左足の方に体を倒して左のふくらはぎから膝裏にかけて伸ばします。余裕がある人はつま先を手で掴みましょう。ふくらはぎから膝裏にかけて伸びている感覚があると思います。力を抜いて頭を下に下ろすとより伸びてくるかと思います。皆さんにリクエストしていただいている30分以上の長い動画、着々と進行中です。まだ企画を考えている段階なのですが、2月中には遅くてもアップできるかと思います。今日も最後まで見ていただき本当にありがとうございます。実践報告やリクエスト、質問でコメント欄を盛り上げていただけると助かります。頬は床に置いて両手を耳の横につきましょう。ぐっと上半身を起こします。肘を伸ばしきってちょっと腰反らせるイメージにすると腹筋が伸びる感覚があると思います。ただ腰が反って痛いよって方はこんな感じで肘をついてちょっと顎持ち上げる。こうするとね、腹筋伸びる感覚あると思います。
ただね、肩腰痛くない範囲で行いましょう。で呼吸止めないようにしましょう。こういった体重にね、ストレッチして腹筋を緩めて、腹筋効きやすい状態作ってからきつい種目やっていきますね。OK。そしたら上半身寝かせましょう。左足を右、こっちに持っていって、左のお腹、ここ、伸ばします。肘はなるべく床につけておきましょう。で、つま先を遠くに向かってぐーっと離すと、お腹伸びてきます。右斜め後ろに向かってつま先伸ばすイメージです。腰が反って痛い方、無理しないでください。こうやって上半身がね、起きちゃうと全然伸びません。なるべく肘床につけて、呼吸は止めないようにしましょう。あと少し頑張って。よし、OK。反対いきます。右足を左、こっちに持ってきます。右のお腹の前面、伸びる感覚あれば OK です。伸びますかね、右のお腹の前面。つま先は向こうに向かってぐーっと伸ばします。左斜め後ろに向かって伸ばすイメージです。呼吸止めないようにしましょう。腰、肩痛い方は絶対無理しないでください。右のお腹の前面が伸びてれば OK です。で、この次の種目から上向きになります。スマホは持って上向きになりましょう。で、枕ある方はね、枕入れるといいと思います。よし、OK。じゃあスマホ持って上向きになりましょう。そしたら、右足、大きく外回し、時計回りと反対方向に股関節をね、動かしていきます。普段動かさない範囲で動かすことが目的なので、早くやる必要はありません。ゆっくり大きく回しましょう。股関節ゴリゴリなるよって方は、痛みがなければ大きく回して OK です。痛みがある場合は、ゆっくり小さくね、痛みない範囲で回していきましょう。スピード勝負じゃないですよ。呼吸止めずに大きく回しましょう。よし、OK。左足いきます。こっちも外回し、内から外に向かって回します。時計回しですね。大きく回す。呼吸止めないようにしましょう。で、こっちだけね、ゴキゴキなるって方もいると思うんですが、痛みなければ OK です。で、あんまりにもね、この股関節ゴリゴリなるとか、あとはこう、左右差がね、気になるって方は、股関節ゴリゴリなるとか、骨盤矯正用の動画を概要欄貼っておきますので、もしね、興味ある方やってみてください。呼吸止めないようにして、もしきつかったらね、再生速度調整したりして、自分のペースでやっていきましょう。OK。そしたら、膝曲げたままですね、片足ずつ上げます。前ももをお腹に近づけるイメージ。息吐きながら上げる。吐きながら上げる。しっかり前ももをお腹に近づけることで、腹筋を使う感覚あれば OK です。余裕があれば、足上げる瞬間に、こうやって肩甲骨ちょっと床から浮かせると、より腹筋に効いてきます。きつい。頑張って。呼吸止めないで。上げるときに吐くんですよ。上げるときに吐く。きつい。よし、OK。そしたら次、左手、万歳します。で、上半身ちょっとこう右に倒すイメージですね。左の脇腹、脇の下、伸びる感覚あれば OK です。伸びますかね。ここです。肩腰痛い方、無理しないでくださいね。指先は誰かに引っ張られてるイメージで向こうに向かってぐーっと伸ばすとね、伸びてくると思います。きつい。肩腰痛い方、無理しないでくださいね。脇腹、脇の下伸ばすことが目的です。なるべく真横に倒すイメージ。よし、OK。反対行きましょう。右手を万歳して、上半身左に倒す。このね、右の脇の下、脇腹、伸びる感覚あれば OK です。ここです。指先はね、誰かに引っ張られてるイメージでやるといいと思います。伸びますか？右の脇腹、脇の下。で、僕みたいにね、狭くて体倒せないよって人は、真上に向かって手をぐーっと上げるだけでも、脇の下、脇腹伸びると思います。肩腰痛い方無理しないで、呼吸はね、止めないようにしましょう。で、この次いきますよ。
リバース腹筋です。OK。そしたらリバース腹筋やっていくんですが、足上げるタイミングで息吐いてください。吐きながら足を上げる。一緒にやっていきますよ。膝曲げて、息吐きながら上げる。戻す。吐きながら上げる。肩甲骨もちょっと浮かせて。吐きながら上げる。上げて上げて頑張って。下っ腹しっかり使って前ももお腹にギューッと近づける。もう一回いきますよ。吐きながら上げる。肩甲骨も浮かせて。オッケー。もしきつかったら、一回一回足を下ろしてもいいし、手は後頭部に上げて、頭をね、こうやって持ち上げてもいいです。いきますよ。腹筋、下っ腹意識して。ラスト一回いきましょう。しっかり上げて、下っ腹意識して。オッケー。下っ腹効きましたか？じゃあ休憩ストレッチです。膝伸ばして、足肩幅に広めに開いたら、つま先内外にしっかり倒していきましょう。股関節付け根から動かすイメージ。大丈夫ですか？ついてきてますか？もし手をね、開けときたかったら、スマホを床に置いといてもいいと思います。立てかけたりとかね。で、もう一回リバース腹筋一緒にやりましょう。いいですか？ゆっくりでいいです。僕と同じペースじゃなくていいので、息吐きながら足上げるですよ。いいですか？で、下っ腹しっかり意識して、余裕があれば、肩甲骨をね、ちょっと床から浮かせるイメージでやるといいです。よし、一緒にやっていきましょう。いきますよ。膝曲げたまま、息吐きながら上げる。肩甲骨を浮かせて、きつい、頑張れー。オッケー。一回足下ろしてもいいですよ。いきますよ。もう一回。息吐きながら上げる。頑張れ、下っ腹意識して、首痛かったら頭で支えて OK。よし、OK。腰痛い人無理しないでくださいね。もう一回行きましょう。膝曲げたまま、足を上げる。前ももお腹に近づけながら息吐く。肩甲骨浮かせて、OK。首腰痛い方無理しないでください。最後一回頑張りましょう。膝曲げたまま、足上げる。頑張れー。よし、OK。よく頑張った。そしたらですね、みんな大好き、デッドバグ。これがね、リバース腹筋になってやるとめちゃめちゃ効くんですよ。じゃあ膝曲げて、足持ち上げて、手も上げます。じゃあ右手を上げて、左足伸ばす。戻します。左手上げて、右足伸ばす。交互にやっていきますよ。これ意外と難しいですよね。僕と同じペースじゃなくてもいいです。もっとゆっくりでもいいです。腰痛くならないようにしっかり腹筋力入れといてくださいね。ちょっと肩甲骨をね、こうやって床から浮かせると腹筋効きます。腰、首、痛い方絶対無理しないでください。頑張れ。あと少し。ラスト1回行きましょう。上げて戻す。よし、OK。よく頑張った。最後、うつ伏せになりましょう。スマホは顔の前置いておきましょう。もう一回腹筋伸ばします。両手を耳の横につきます。そのままぐーっと上半身反らせます。腹筋伸びますか？腰痛い方、こんな感じで肘ついて OK です。で、僕もね、最近ダイエット成功のサムネもね、皆さんにもお見せしてるんですが、まだまだお腹周り痩せたいので、1週間チャレンジ、これ本気でやろうと思います。なのでね、コメント欄に、私も1週間チャレンジやるよって、どんどん書き込んでいただければと思います。で、この動画で物足りない方、追加ストレッチ概要欄貼っておきますので、ぜひそのままやっていただければと思います。ここは床に置いて、正座したまま、ゆっくり前に倒れましょう。おでこが床につくかどうか、チェックしていきましょう。かかとと、お尻、つけたまま、おでこが床につくのが理想です。どんなに硬くても、肘は最低でもこうやって床までついてほしいです。できない方も安心してください。このね、背中、お尻周りが硬いだけです。1回で変化出ますので、楽しみにしててください。反り腰の方はね、反ってばっかりで、ここ硬くなってますので、しっかりストレッチしていきましょう。よし、OK。一回起き上がります。これであぐらかきましょう。楽な状態であぐらかいたら、右手を左斜め上にグッと伸ばす。左手を左斜め上にグッと伸ばす。なるべく遠くに向かってグーッと伸ばす。スピード勝負じゃないです。普段上げない範囲まで手を高く上げましょう。上げ切った時に脇の下、脇腹伸びる感覚あれば OK です。膝が痛くてね、正座できないよって方は1種目目飛ばしていただいて大丈夫です。限界まで伸ばす。戻す。伸ばす。戻す。脇の下、脇腹、背中あたりをストレッチかけてます。なるべく遠くまで伸ばしきる。ラスト1回。よし、OK。そしたら次、お尻のストレッチいきます。右足を左、こっちに持っていきましょう。
で、この足をお腹にグッとつけると、右のお尻伸びる感覚があるんじゃないかなと思います。この体勢できないよって方は、右足、この辺でもいいです。右のお尻伸ばすことが目的です。頑張れる人は、足をなるべくしっかりお腹につけて、ピンと姿勢正すと、右のお尻ね、より伸びてくるんじゃないかなと思います。あんまりね、肩力入れないようにして、呼吸は止めないように意識をしましょう。反り腰でね、普段腰痛持ちだって方もね、すごいおすすめの動画になってますので、サボりながらでもいいので最後までね、一緒に鑑賞しましょう。OK、逆足いきます。左足を右、こっちに持っていきます。で、この足をお腹にしっかりグッとつけます。左のお尻、伸びる感覚があれば OK です。きつくてできないよって方は、この左足を前、この辺に持っていきましょう。左のお尻が結論伸びてれば OK です。頑張れる人は足をしっかりお腹につけて、ピンと姿勢を正しましょう。こうよくね、最近 YouTube でも反り腰流行ってて、結構ね、太ももの前張り、ぽっこりお腹にね、関係するってことを皆さんご存知だと思うんですが、結構ね、背中の硬さ、これがあるとね、どんなに前ももストレッチしたりとかしても、反り腰解消しなかったりするので、この動画ではね、お尻と背中しっかり伸ばしていきます。OK です。そしたら楽な状態であぐらかきましょう。で、右手、右肘、床につきましょう。で、左手をこんな感じで万歳します。脇の下、脇腹伸びる感覚あれば OK です。で、こっちの左のお尻、こうやって浮いちゃっても OK です。左の脇の下、脇腹伸ばすことが目的です。頑張れる人は指先誰かに引っ張られてるイメージで向こうに向かってぐーっと伸ばしましょう。斜め前に倒したり、真横に倒したりして、この角度伸びるなーって位置を探してみてください。呼吸ね、止めないようにしましょう。伸びますか？脇の下、脇腹。よし、OK、逆いきます。左手、左肘。床にべちゃっとついて、右手万歳しましょう。右の脇の下、脇腹伸ばしてます。お尻が浮いても問題ありません。目的は脇腹、脇の下を伸ばすことです。頑張れる人は指先誰かに引っ張られてるイメージで向こうに向かってぐーっと伸ばしましょう。いろんな角度でね、伸びる位置探してみましょう。で、結構ね、反り腰の原因はって言われるんですけど、いろいろ考えれるんですよね。例えばヒール履いてると、どう頑張っても前重心になるので、骨盤がね、前に倒れて反り腰になる、なんてこともあるし、あとはシンプルに腹筋が弱すぎ、なんてことも原因の一つだと思います。よし、OK。そしたら、このあぐらのままですね、右足ちょっと前に出しましょう。で、この状態で、体真正面に倒していきましょう。右のお尻、外もも、腰のあたりの柔軟性をチェックしてます。で、ここ伸びると思います。お尻、腰、背中。理想はおでこが床につくこと。最低でも肘が床につくぐらいまでは頑張ってほしいです。いまいちね、お尻が伸びないよーって方とか、裏ももばっかり伸びちゃうよって方は、いろんな角度を試してみましょう。ちょっと足を前に出したり、手前に引いたり、もっと体を前に倒したりとか、斜め前に倒したりとかね、いろんな方向でお尻、外ももあたり、伸びる角度探してみましょう。よし、OK、逆いきます。左足をちょっと前に出しましょう。この状態でゆっくり体を真正面に倒していきます。左のお尻、腰あたり伸びてれば OK です。できる限りね、前に倒れていきましょう。どうでしょう、お尻外もも伸びますか？伸びない方、足の位置、前出したり、手前に引いたり、体をね、ちょっと斜め前に倒したりとか、もしくはもっと遠くに向かって手を伸ばしたりとか、いろんな角度を試してみてください。で、結構ね、きつい種目もありますので、各種目の最後の10秒サボったりとか、再生速度早めたり遅めたりして、途中ね、自分のペースでサボりながらやっていきましょう。OK です。次、右足伸ばします。で、右足の方に向かって体を倒します。右の膝の裏もも伸びる感覚があれば OK です。で、右手でつま先触れる方、触りましょう。ただね、膝の裏、裏もも、ふくらはぎ伸ばすことが目的です。触れない方は、こんな感じで空いてる手を、膝に添えるだけ。それでもね、十分伸びる感覚あると思います。で、ちょっとずつね、こういったハンドつけて前に倒れていってあげるといいんじゃないかなと思います。で、結構ね、なんか、例えば反り腰だったら、腰と前ももだけストレッチすればいい。なんて動画もね、結構あったりするんですけど、基本的にはね、全身やることが一番いいので、僕の動画は基本的に全身ストレッチできるようになってます。OK。
逆行きましょう。左足伸ばします。で、左足の方に向かって体を倒していきます。左の膝の裏、裏もも、ふくらはぎあたり伸びてれば OK です。空いてる手で掴める方は左のつま先掴みましょう。膝の裏、ふくらはぎ裏もも伸びますか？反動つけながらでいいので、ちょっとずつね、前に倒れていけると良いと思います。結構ね、皆さんからいろんな質問いただくんですが、概要欄に貼ってある、ブログとか、ズボラストレッチの教科書とか、インスタ、ツイッターとか、あと、ボイシーっていう無料のラジオでね、基本的には皆さんの質問、もう9割以上は回答済みです。ぜひ全て無料でね、お金取ったりしないので、そこからご覧いただければと思います。OK です。戻しましょう。そしたら、右足伸ばします。で、股関節しっかり開きましょう。開いた状態でゆっくり体真正面に倒していきます。内もものストレッチです。でどうしてもね、つま先がこうやって前に倒れてきちゃう方、結構内股気味の女性に多いんですが、なるべくつま先、真上向けましょう。ただね、内もも伸びてればいいので、もちろんこうやって前に倒れたままでも全然 OK です。頑張れる人はつま先真上向けて、内もも伸びてる状態で、ちょっとずつ体前に倒しておくと、より効果的です。呼吸をね、止めないようにしましょう。よし、OK。逆足いきます。左足伸ばして、股関節なるべく開きます。で、このまま体真正面に倒していきます。左の内もも伸びる感覚があれば OK です。つま先が、こうやって前に倒れちゃう方、これでもいいんですが、なるべくね、つま先真上向けておきましょう。内もも伸びてれば OK です。ちょっとずつ体をね、前に倒れていってもいいと思います。呼吸を止めないようにしましょう。一応ね、反り腰結構質問いただくことが多いので、ズボラストレッチの教科書でも、サブチャンネルでもね、どっちでももう反り腰について解説してますので、反り腰ね、より詳しく聞きたいよって方は、ぜひご覧いただければと思います。OK です。そしたら一回あぐらかきましょう。楽な状態で座っていただいて大丈夫です。で、後頭部で手を組みましょう。このままおへそをしっかり覗き込む。ゆっくり反らせる。おへそをしっかり覗き込む。ゆっくり反らせる。これを繰り返していきましょう。おへそ覗き込む。ゆっくり反らしきる。おへそ覗き込む。ゆっくり反らしきる。これ普段動かせない範囲まで動かすことが目的です。しっかり丸めて反らしきる。ただ肩腰痛い方はね、無理しないでください。頑張って。呼吸止めないようにしましょう。ゆっくりです。スピード勝負じゃないですよ。よし、OK。そしたら次はですね、両手を後頭部で当てて、このままおへそしっかり覗き込みながらわざと猫背作ります。で、しっかり猫背作った状態でキープです。首の後ろ、背中、腰にかけて伸びてると思います。首だけ前に倒すんじゃなくて、猫背を作って、背骨全体を丸めるイメージで行いましょう。反り腰の方はね、この丸めるって動きが意外と苦手だったりします。で、呼吸止めないようにしましょう。きつかったらこうやって、一回戻って、もう一回やり直す。これもね、全然 OK です。頑張って。よし、OK です。そしたら次、もう一回右足伸ばします。で、右足を伸ばして、なるべく股関節しっかり開きましょう。そのまま体真正面に倒れて、つま先前に倒す。真上向ける。つま先真上倒す。真上向ける。これ繰り返しましょう。股関節ね、付け根から動かすイメージです。呼吸止めないようにしましょう。どうでしょう、股関節付け根から動いてますか？つま先倒す、真上向ける。で、どんどん体前に倒せる人は倒したらいいと思います。内もも伸びる感覚あれば OK です。つま先だけ動かすんじゃなくて、この股関節付け根からしっかり動かすイメージ。ラスト1回。よし、OK。そしたら逆行きましょう。左足伸ばして、でしっかり股関節広げて、ゆっくり前倒れましょう。で、つま先前倒す。しっかり前を上げる。つま先前倒す。しっかり前を上げる。これ繰り返しましょう。どうでしょう、皆さんついてきてますか？きつかったらね、各種目の最後の10秒サボる。もしくは、再生速度早める、遅める、早送り、再生速度下げる、できますので、ぜひそれをね、活用して完走していただければと思います。頑張って、呼吸を止めないで。よ
し、オッケー。きつい。そしたら一回体育座りしましょう。こんな感じ、体育座りして、両手で太ももを抱え込みます。このままおへそを覗き込みましょう。首の後ろ、背中、腰にかけて伸ばしてます。わざと猫背作りましょう。おへそを覗き込むイメージで、わざと猫背作ります。腰、背中、首の後ろのあたり伸びますか？わざと猫背を作る。首だけ下げるんじゃないですよ。背中を丸めでわざと猫背を作るイメージです。呼吸止めないようにしましょう。お腹苦しい方、腰痛い方無理しないでください。呼吸を止めないで、きつかったらサボっても OK です。足 OK。よく頑張りました。そしたら足伸ばして、長座しましょう。このまま前屈です。こうやってハンドつけながらやるので、ちょっとずつね、前に倒れていきましょう。理想はこの手首がつま先あたりまでつくことですが、最低でもね、指先がつま先ぐらいまでいってほしい。僕もちょっと最近デスクワークばっかなので、めちゃめちゃ硬いです。皆さんどうですか？つま先触れますか？きつい人もね、大丈夫です。繰り返していけば、どんどん柔らかくなっていきます。呼吸を止めないで。あんまり肩もね、こういった力入りすぎないようにしましょうね。反動をつけながら前に倒れましょう。頑張って。呼吸を止めないで。OK。ゆっくり開脚しましょう。皆さんついてきてますか？大丈夫ですか？開けるとこまで開いて、ゆっくりそのまま前に倒れましょう。開脚で内もも、股関節のね、ストレッチです。これも理想はね、120度ぐらい開いて、おでこが床につくことなんですが、最低でもね、90度開いて、肘が床につくぐらいまでいってほしい。ただこれ、僕ね、めちゃめちゃ苦手なんです。どうしてもデスクワーク多くてね、どんなやってもすぐ硬くなっちゃうんですよね。なんで片足もね、大丈夫です。僕と一緒に、ちょっとずつ柔らかくなりましょう。どうしてもね、ストレッチ毎日やらなきゃいけないのって質問いただくんですけど、もうズボラストレッチの定義は週に1回でもね、頑張ってれば習慣化ですので、安心してください。OK。そしたら次は、こんな感じで足の裏合わせて、体の前でひし形作るイメージです。で、この状態で体真正面に倒しましょう。おでこが足につくのは理想ですが、最低でも肘は床につくぐらいまでいってほしい。お尻とか裏もも、外もも、この辺ですね。腰からお尻、外ももにかけて伸びると思います。いまいち伸びない方、ちょっと手前に引いたりとか、もしくはもっと体を前に倒したりとか、いろんな角度試して、お尻、外もも、伸びる位置探してみましょう。呼吸止めないようにしましょう。腰肩痛い人はね、無理しないでくださいね。きつかったら、サボっても大丈夫です。OK。そしたらですね、次こうやって体育座りしましょう。体育座りして、右足を左足にこんな感じで乗せます。で、この状態でなるべく足を胸に近づけてピンと姿勢正しましょう。右のお尻、伸びてれば OK です。伸びる感覚ありますか？このポーズできないよって方は、一回足伸ばして、この状態で右足を左足に乗せて、ちょっと曲げる。これでもね、右のお尻伸びてれば十分です。なるべく姿勢は正す。右のお尻伸ばすことが目的なので、多少ね、この僕と違うポーズでも右のお尻伸びてれば、それで正解です。OK、逆行きましょう。左足を右足、こっちに乗せます。で、こんな感じで、なるべく足をお腹に近づける。左のお尻のストレッチです。きつい人はね、これぐらいでも全然 OK です。左のお尻伸ばすことが目的です。あとね、よく質問いただくのは、ストレッチする時間帯なんですが、もちろんね、お風呂上がりとか体が温まってる状態の方が、効果出やすいっていうのはすごいあります。ただ、僕なんか例えば、帰ってくるの結構遅いので、帰ってきてお風呂入ったら、もうね、妻と娘が寝てるんですよね。だからストレッチするスペースもないし、そんな音立てれないんです。だから、お風呂上がりにこだわるっていうよりかは、皆さんが習慣化しやすいタイミングで習慣化が一番大切だなと思います。OK です。そしたら次はですね、一回あぐらかきましょう。楽な状態であぐらでいいです。で、右手を左斜め前にこんな感じで倒す。左手を右斜め前に伸ばす。遠くの床をタッチするイメージ。脇の下、脇腹、伸びる感じあると思います。スピード勝負じゃないです。なるべく遠くの床にタッチ。頑張って。腰肩痛いし無理しないで。ゆっくりでいい。遠くの床を触る。遠くの床を触る。呼吸は止めないで。きつかったらサボってもいいです。きつい。
し、OK。そしたら次は、右膝伸ばします。で、この状態でですね、左手床について、右手をなるべく遠くの床につきます。こんな感じです。遠くの床につく。脇の下、脇腹、お腹、いろんなとこ伸びると思います。きつい人はこうやって肘ついちゃってもいいです。右手をなるべく遠くにつく。脇の下、脇腹とかね、伸びます。運動不足の人はいろいろつりそうかもしれないです。頑張って。余裕があればなるべく手を遠くに向かって伸ばす。頑張れ。ただ腰肩痛い人無理しないで。呼吸を止めないで。遠くに向かって手を伸ばして。よし、OK。反対行きましょう。左足を伸ばして、で、右手、右肘床について、左手なるべく遠くに向かって伸ばしましょう。左の脇の下、脇腹、お腹、いろんなところが伸びると思います。ちなみに僕はですね、反対のお腹、この右のお腹が硬いので、右のお腹も効きます。なるべく遠くに向かって手を伸ばす。頑張って、呼吸を止めないで。きつかったらね、各種目最後の10秒、サボってもいいです。遠くに向かって手を伸ばす。なるべく遠くに向かってぐーっと手を伸ばす。よし、OK。ゆっくり戻りましょう。そしたらですね、一回開脚しましょう。で、そんなに開き切るっていうよりも、ある程度90度ぐらい開いたらいいです。余裕がある範囲で開いて、つま先、内外にねじって、ちょっと股関節のね、クールダウンでたくさん使ったので、開き切るときついので、余裕があるぐらい開いた状態で、内とねじる。手はこうやって床ついてもいいし、後ろに寄りかかってもいいです。ちょっと股関節のね、休憩ストレッチです。たくさん使ったので、皆さんついてきてますか？一応ね、種目と種目の間の秒数とかもね、皆さんがやりやすいように調整してます。もしペースが速い、遅いあればコメントで教えていただければと思います。よし、OK。最後の種目一緒にやりましょう。もう一回正座していただいて、そのまま前に倒れる。おでこが床につくかチェックしましょう。僕はだいぶ余裕を持っておでこが床につくようになりました。かかととお尻はつけたままおでこ床につきますか？お腹がきついよって人はね、ちょっとこうやって足広げて、それで前に倒れてもいいです。だいぶ難易度下がります。これでおでこね、床についてもいいです。お腹が邪魔な人はこうしてもいいです。理想はね、正座したままおでこが床につくと良いです。どうでしょう皆さん、変化感じられてますか？感想をね、一言コメントでいただけると助かります。でね、反り腰、ぽっこりお腹、太もも前張りに効くおすすめの骨盤矯正の足痩せストレッチ、概要欄貼っておくので、ぜひこのまま続けてね、やっていただければと思います。あと、Twitter、インスタ、毎日更新してますので、概要欄から見てフォローいただけると助かります。OK です。お疲れ様でした。よく頑張りました。自分自身に拍手。もう全然ズボラじゃないです。素晴らしい。もしこの動画が良かったらチャンネル登録、高評価いただけるとすっごく励みになります。一緒に頑張りましょう。無料音声ボイシーという SNS で毎日配信しながらみんなで一緒に頑張るダイエット企画やってます。コメント欄がこんな感じでズボラのみんなで盛り上がってます。概要欄のコメントに無料音声の SNS ボイシーのリンク貼ってきます。会員登録アプリダウンロードなしでリンクをクリックして再生ボタンクリックしたらすぐに聞けます。一緒にダイエット頑張りましょう。